こんにちは、鷹の目工作室です。これらは前回切り出した銅板の部品です。作業の順番としては、打ち出し用の木型を作るところなんですが、再び CAD との格闘となりました。これらの木型の円弧部分を削るのに、広岡さんの本ではこのようなジグを使っています。これは以前エキスパンジョンリンクを作った時、ロータリーテーブルにサポート用の単素鋼の板をつけていたのに似ています。先の作業工程にはなりますが、このサポートプレートは各銅の部品の円弧部分の仕上げ工程でも使われます。それぞれ木型の 3D モデルを作ったところでオリジナルのものと見比べてみましょう。これは円質砕板のものです。サポートプレートに固定をするための穴が2つ追加されています。おそらく穴を追加するぐらいのことがそれほど騒ぐほどのようなことかと思われるのではないかと思います。私も初めは大したことではないと高をくくっていました。これは外貨室後板用のものです。これは喉板用のものです。オリジナルにも穴は描かれていますが、位置までは示されていません。これは内貨室用のものです。穴の位置と数を変更しました。これらの穴の追加や位置の変更は適当に行ったものではありません。各部品の取り付け穴の位置は加工する場所を避けて、各部品の原点とサポートプレートの原点が一致するように部品を配置しました。その結果はこの通り穴だらけです。しかもこれらの穴のほとんどがネジ穴です。CAD の練習も兼ねて各部品の固定穴の位置とサポートプレートの穴の位置が合っているかを確認します。まずは外貨室後板です。これとこれ、それからこれとこれが木型の固定の穴の位置です。他の外貨室後板自体の加工箇所とは重なっていません。続いては喉板の内貨室側です。次は喉板の反対側です。これは内貨室の管板です。これは内貨室の後板です。木型自体は内貨室管板も内貨室後板も同じものですが、部品の方は個別に加工されるので両方確認をしておきます。最後は円質管板です。固定穴はこれとこの2つですが、他の加工穴を避けるため、このように斜めに配置されています。全部をまとめて整理するとこのようになります。今回もパート1の時と同様に加工風景のない動画になってしまいました。この最難関と言われるボイラーを成功させるためには、念には念を入れて準備することが必要だと思います。次回は木型の製作を行いたいと思います。ご視聴ありがとうございました。